はい、皆さん、こんにちは。今日は M2MacBook Air の発売日なんですけども、こちら、オンラインだとね、結構納期がね、ズレズレですけども、店頭在庫だったらあるんじゃないか、もしかしたらということで来たんですけども、こちらがですね、あいにくの大雨となっております。で、中ではね、スタッフの方々が、この Air のね、設営やってるみたいですね、設定とか。で、私はね、10時ちょうどに入れたわけですけども、それでね、ダメ元で聞いたらね、欲しかった構成があるっていうね、話なんで、もうね、大喜びで購入させてもらったんですけどね。で、これからね、帰宅して、今日はね、開封からやれる範囲ですけども、実力の方をね、チェックしてみたいと思っています。はい。ということで、慌てて帰宅しましたけども、こちらでございます。やはりね、雨に打たれた袋がちょっと湿っていますけどね。で、出てまいりました。じゃーん。こちらが MacBook Air M2 チップ搭載のものですね。で、これについてはね、デザインも完全新設計ということで、私は今回ですね、16GB のユニファイドメモリ、そしてストレージ 1TB の SSD のものを購入しています。これが店舗でね、アルティメットモデルとして、このカスタマイズ済みのものをね、売ってるんですね。それでは開けていきたいと思います。これ Mac の方はね、iPhone とかと違って、まだね、透明のプラスチックフィルムなんでね、ちょっと音を聞いてください。バリバリバリというね、音とともに剥がす感じです。エコではない気もしますけどね、そのあたりいろいろ都合があるんでしょうね。そして、蓋の方をね、そろそろじゃーんということで、出てまいりました M2 の MacBook Air でございます。で、このピロピロを引っ張って、意外と軽く感じますね。で、付属品の方はこちらがマグセーフ3ケーブル、ボディの色に合わせたものになっています。で、あとはね、書類関係ですね。これがステッカーとかね、あとはクイックスタートガイド的なものがね、いつも通り入っているというね、ところでございます。で、あとはね、今回電源アダプターについては、これね、カスタマイズしたやつで入っていたのが、本当はね、私これじゃない方が良かったんですけども、例のね、35W の2ポートのやつになっていますね。これが2つになっちゃいましたね、私手元に。それでね、こちら本体の方もね、開けていきますけども、とにかくね、垂直で平らなんですね。iPad とかみたいな感触でしょうか。で、こちらを剥がしてね、ちょっと中を見ていきましょう。で、今回ね、私は安定安心のスペースグレーを選んでいます。このミッドナイトっていうね、新色もかなり惹かれるものはあったんですけども、ここは保守的な私としては、スペースグレーをいつも通り選んだというね、感じですね。レビューもね、ミッドナイトが多いんじゃないでしょうかね。で、第一印象はね、やっぱり今までのよりとにかく平らだなってことで、このディスプレイがかなりね、平らで角も立ってるんですけどね。で、サイドはね、こんな感じで、ボトムはソフトに R がついていまして、で、これね、右側はこのね、ポートが2つとマグセーフ3ですね。そして、足の方もね、結構しっかりした面積の広いものになってましたね。はい、それではね、外観比較をしたいと思います。まずは、この流れのデザインの先陣を切った14インチ MacBook Pro M1 Max のやつですけどね。で、これがね、14インチのこのディスプレイ部分を除いた厚さとぴったりなんですね。そのぐらい薄くなっているということでね、こうやって並べると分かりますけどね、段差がちょうど14インチのディスプレイ分となっています。で、あとはね、これ重ねるとこのぐらい大きさが違うんですけどね、奥側はピタッと合わせていますけども、このぐらいの差があって、これ角の R ちょっとね違うんですね。で、あとはね、ディスプレイについてはね、こういう感じで、ちょっと14インチのが縦に長いんですけども、あとベゼルがね、14インチの方が細いんですね。これはなんかね、iPad Pro と iPad Air の差みたいなイメージに近いでしょうかね。そんなような感じで少し内側に入っているのが MacBook Air の方ですね。で、キーボードはね、このキーボードの周りはボディカラーと一緒なので、プロとはちょっとね、印象が変わってきますけども、ただ、ミッドナイト店頭で見ましたけどね、これについては非常に新鮮で、このキーボードの脇の色がですね、ミッドナイトで濃いですから、このコントラストのなさがね、素敵ですよね。そしてこれスターライト、そしてシルバーですけど、これ店頭で見るとね、シルバーとスターライト見分けがつきにくいですね。
それでマグセス3の頭部分はですね、このように今回ボディカラーに合わせた形で右側がスペースグレーとなっていますけども、つけてみるとね、確かにシルバーだけだった時よりもコントラストがなくて素敵ですね。そしてね、USB-C 側が白になってるんですけどね、この純正の電源アダプターにつけると自然な感じはしました。で、ここからね、サービス映像ですね。歴代の MacBook Air が、これ全部ではないんですけどね、手元にあったので並べてみましたけども、2008年、9年のものから、10年、11年からのとかね、あとは2018年に復活したものまでですね、あるわけですけども、なかなかね、壮観なものがありましたけども、で、2018年モデルが直近までのと同じサイズですからね、重ねてみると、ここの部分がね、ちょっと新しい方が大きいんですかね。あとはね、このくさび型が今回ね、なくなったんで、このように横から見ると、フラットになってますよね。こういった感じで前から見ても、フロントの厚さがだいぶ違います。で、こちらは2008年、9年初代とのね、比較ですけど、だいぶ大きさがね、ちっちゃくなったんですね。でもディスプレイは大きくなっています。それで直近のものと比べて持った感じどうかということで、これ2018年から21年までこんな形だったんですけど、こうやってね、薄くなった部分を持つとこっちのが薄く感じますね。で、同じようにね、持っても、こっちのはちょっとね、厚さは感じるんですけども、ただね、このフラットに持つとね、重さが軽くなった分がね、結構感じられるんで、そのあたり、ちょっとね、感触は変わってきますかね。で、あとはね、この MacBook Pro のボディって、2016年からね、あったやつですけど、これと比べると、私はちょっとね、今回の Air の方が洗練されて感じましたけどね。はい、そして今回はね、直前にレビューしていた M2 の MacBook Pro から移行しようと思うんですけども、で、まずはね、これ起動音ですね。で、セットアップは、お見せするほどのもんでもないんですけどね、言語の設定をした後に、移行アシスタントを使って、この MacBook Pro のね、M2 のやつから、データをね、入れようと思うんですけどね、それでね、これ別の Mac へというのをね、押して続けるを押した後に、どのぐらいかかるか見たんですけど、内容としては、100ギガぐらいしかないんですけどね、そしたらね、サンダーボルトで直結してやっていたわけですけど、結局ね、終わったのが5分44秒ってことでね、6分かからずに転送終わっちゃったんでね、非常にね、簡単で済みましたね。それでね、私も皆さんも気になったと思う点が、こちら SSD の速度だと思うんですよね。で、この M2MacBook Pro の 256GB については、チップが1つになったということで、それも原因があってですね、残念ながら読み書きともに1500前後というね、感じになってたんですね。ただ、256GB だけの話だったわけですけど、今回選んだのは 1TB ですからね、おそらくそういうことはないだろうと思っていましたが、やっぱりね、書き込みの方は3100とか言っていて、読み込みも2600とかね、言ってますからね、これ3200超えてますよね。なんで、これはいつも通りに近い速度なんじゃないかというところですよね。256の Air の人に聞いたら、やっぱりプロと同じでしたよってことでしたけどね。はい、そして私がね、M2MacBook Pro の 8GB メモリーでちょっと物足りなかったのは、Final Cut Pro の動画のレンダリングだったんですよね。で、こちら生成されたライブラリファイルをすべて一旦削除した後に、もう一回すべてをレンダリングをし直しておりますけどね。で、こちら、時間の方どのぐらいかかるのか、いつものファイルで見ております。そしたらね、結構ね、ぐいぐい進みまして、あっという間にね、終わっちゃったんですけども、で、終わった時間がなんと51秒でしたね。それでもう一回やりついでに今度はこのメモリプレッシャーの方の確認をしたんですね。これレンダリング中で今進んでるとこですけど、そしたら使用済みメモリーが 12GB ぐらいで、スワップ使用領域といういわゆる仮想メモリーの領域にはね、全く入ってかないんでね、それもあってか処理速度が非常に速いなというね、印象ですよね。で、8GB の M2MacBook Pro の場合にはですね、この同じレンダリングをやっている最中にメモリプレッシャーが黄色とか赤になっちゃいましてね、そして一番下のスワップ使用領域というのが1GB とかね、超えてきたりしていたんで、やはりね、ここでストレージの領域に入ると速度が落ちるということで、結果がね、ちょっと芳しくなかったんですけども、で、これ紫のとこ2つですね、下段が1分31秒の8GB メモリーの M2MacBook Pro で、上段ですね51秒だったのが今回の M2 の MacBook Air の 16GB メモリーというねことで、
で、これ真ん中のピンク1分27秒。これは M1 の MacBook Pro 16GB のメモリのですけど、これよりも 41% ぐらいね、短縮してるんですよね。やっぱりユニファイドメモリで GPU 使うときにはメモリが結構必要なんでしょうね。16にした方がレンダリングは早いということですね。そしてもうちょっとね、実践的なレンダリングということで、これ結構複雑で11分43秒全般にわたってレンダリングが必要なものもね、これもね、同じように全てをレンダリングという指示を出して測り始めました。で、ここでもね、4K11 分以上ということで、かなりね、複雑な切り抜きとかね、文字とかも多かったやつですけども、全くスワップ使用領域に侵入していかないんですよね。で、これ CPU の方は55とか71とかが残ってますからね、余裕があるような状態で動いています。で、結局レンダリング終わったのが15分16秒ということで、これ他のやつとね、比較しますと、例えばね、8GB メモリーの場合には15分56秒でしたから、40秒ぐらいね、差が開いたんですね。ただ、14インチ M1MAX でも13分かかってましたから、そのあたりね、Apple Silicon の GPU は、専用のグラフィックボードと比べるとちょっとね、見劣りする部分もあるのかもしれませんが、そのあたりはバックグラウンドレンダリングを使ってうまく付き合っていく感じでしょうかね。はい、そして動画の書き出しについても計測をしてみましたが、いつもの 4K5 分間動画ですね。こちら、まずはプロレズ422。こちらについてはね、専用のエンジンがあるということなんで、結果が見やすいのかなと思って先にやっていますが、どちらかというとプロ向けのコーデックではあるんですけどね、私も使ったことはほとんどないです。で、ここでもメモリのプレッシャーをチェックしましたが、やはりね、余裕がありますね。16GB ありますと、スワップ使用領域には入っていっていないです。そして CPU については、アイドル状態が75ぐらいで余裕がありそうでしたが、ここね、30になって 70% ぐらいね、使ったりもしていたんで、それもあってか終わったのがなんと1分54秒ということでものすごい早いですね。で、結果としてこの紫のところ、同じ M2 でもメモリが16か8かでこんなにも違っちゃうんですね。ちょっとね、びっくりするような速度だったわけですけども、これね、Mac Pro にも迫るような勢い、MacBook Pro 16インチインテルの2019年に勝ってしまうという感じで、非常にね、やっぱりプロレスは強いなという感じですよね。で、次はね、YouTube なんかでも使う方多そうな Web ホスト H264 の品質優先という設定ですけどね、同じ 4K5 分動画ですね。こちらも書き出しの時間をチェックしています。で、この場合もメモリの方は余裕がありまして、スワップ使用領域、仮想メモリは全く使っていないですね。で、これが終わったのが13分45秒ということで、このね、数値見ますと、なんと8GB の M2 とほとんど変わんないんですよね。なんでこういう圧縮が大きめで時間をかけて中負荷ぐらいでね、やる書き出しについては、このあんまりね、メモリに依存してないみたいなんですよね。ただ M1 から M2 に変わったことによって45秒近く短縮しているんですね。1位はね、M1 の MAX の MacBook Pro 14インチですけども、これよりはやっぱり時間がかかるみたいですね。ちなみにね、温度の方はここでもね、50度いかないような感じでやっていたんでね、やっぱファンなくてもいい感じもしますよね。で、お次は私が毎日使っている YouTube とちょっと相性がいい感じのする H264 の処理速度優先 MP4 のやつですけどね。で、同じようにね、書き出し時間を測ってみました。で、これについてもメモリのプレッシャー見てみましたけども、これもね、ほとんどね、プレッシャーかかってないんですよね。16GB あるので、9GB 使用済みとなっていますけども、スワップ使用領域にはみ出ることはないです。で、CPU の方もアイドルが 80% 前後ですから、20% ぐらいしかね、使ってないんですね。で、こちら終わったのが5分56秒ということで、これについては残念ながらね、メモリの差っていうのは、この数値には出なくてですね、しかも M1 にもちょこっと負けたりするような感じだったんで、ここはちょっとね、他のを見るとやはりコア数が大きいものが上位にいってるんで、その辺が影響するのかもしれませんね。今回ね、8コアですからね、CPU は。はい。で、ベンチマークについては、ギークベンチを、ありきたりですけどね、一応測っておきました。その結果、先日レビューした 8GB のメモリの M2 MacBook Pro と比べても、ほぼ同じスコアが出ています。
で、これは M1 の MacBook Air よりも 20% スコアがね、増えていまして、そして右側一番下段の Mac Pro のね、8コアのやつをしのぐようなスコアとなっています。すごいですね。はい、そしてグラフィックス、メタルについても、スコアとしては 8GB の M2 MacBook Pro とほぼ同じでしたよね。こちら M1 の GPU と比べましても、ほぼ 1.5 倍ぐらいのね、スコアになってますね。このあたりがレンダリングに生きてきているんでしょうね。はい、そしてもう全部はやれないんで、2D グラフィックをちょこっとだけ試してみました。それはイラストレーターのコピペですね。複雑に絡み合ったオブジェクトのグループ化、そしてクリッピングマスクしたものを4つですね、コピペをする時間。これがね、4秒40だったんですね。で、お次はね、これ M2 の MacBook Pro メモリー 8GB のやつですけど、これもね、同じことをやっていましたけども、これがですね、同じことをやっても、この場合6秒18だったんですね。そして M1 の iMac 8GB メモリーのやつでも試していましたけど、これがね、なんと7秒02かかっていましたんで、なんでね、結局 37.3% ぐらい M1 と比べると短縮しちゃうんですね。シングルコアのスコアがアップしているのとメモリーが増えているのがね、いい方に働いているような感じがします。ということでね、こちら M2 の MacBook Air ですけども、なんかね、予想以上にね、ちょっと薄くて軽い感触を受けていますけども、ただね、ちょっともうね、いろいろやっていてもまとまらないんでね、今日はこの辺までにね、したいと思うんですけども、で、ここまでで分かったことは、予想以上に薄く感じたということと、あとはね、16GB のメモリーはレンダリングなど GPU を使う短時間の高負荷ではかなり力を発揮するんで、そういう用途の人はね、16にした方が有利ですよね。ただね、反面 CPU 中心の長時間の中高負荷では 8GB と 16GB の差が出にくいこともあるんでね、ただ局面を見ていますと、スワップ領域、仮想メモリを使わないで済むんで、安定性は高いのかなというね、印象ですよね。やっぱりね、GPU も共有でメモリ使えますからね、GPU 作業の時に特に力をね、発揮してくれる感じはしますよね、16GB だと。で、今日はね、ここまでですが、第2弾では 2D グラフィックもうちょっとね、ライトルームとか試したり、あとはね、このフロントカメラとスピーカーが進化しているのでチェックをしたり、あとは実務、私の場合はね、動画編集が中心になりますけども、実務での挙動と、あとはバッテリーの減り方などもチェックしていきたいと思っています。いずれにしてもね、8GB メモリーの 256GB SSD の M2 MacBook Pro を使った時とは M2 に対する捉え方がね、かなり変わってきて、モヤモヤが晴れた感じはいたします。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方は、いいね。そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。